ユダヤ人国家の夢。ユダヤ人国家の建設は古くからのユダヤ人の願望であり、政治的文化的アイデンティティを確立するための重要なステップでした。19世紀末のシオニズム運動の台頭により、ユダヤ人は自らの国を再建する夢を具体化し始めました。これは、ヨーロッパと中東における反ユダヤ主義の増加と民族自決の概念の高まりに動機づけられました。ベルフォア宣言1917年は、このアイディアに初めて国際的な承認を与え、ユダヤ人の祖国をパレスチナに設立することを指示しました。しかし、この目標は、地域のアラブ住民との間で緊張と対立を生み出しました。ユダヤ人国家の建設の夢は、多くの困難に直面しながらも、最終的に1948年のイスラエル建国という形で実現しましたが、このプロセスは、地域全体に多大な影響を与えました。国際社会の役割と決断。国際社会は、イスラエル建国の過程で重要な役割を果たし、その決断は世界的な影響を持ちました。第二次世界大戦後、国際連合はパレスチナ問題に対処し、1947年の国連分割案により、ユダヤ人国家とアラブ国家の創設を提案しました。この決断は、支持と反対の両方を引き出し、地域の政治的風景を形成しました。国連の分割計画に基づいて、イスラエルは1948年5月14日に独立を宣言しましたが、これにより周辺アラブ諸国との間で即座に武力衝突が発生しました。国際社会の決断は、イスラエル建国の法的及び政治的基盤を形成しましたが、同時に地域的な紛争の引き金ともなりました。地域的な緊張と対立。イスラエル建国は、地域的な緊張と対立を引き起こし、中東地域の政治的な力学に深刻な影響を与えました。新しい国家の出現は、パレスチナのアラブ人住民との間で即座に衝突を生み出し、周辺アラブ諸国との関係も複雑にしました。これらの国々は、ユダヤ人国家の設立に反対し、地域全体の政治的な不安定を招きました。1948年のイスラエルの独立宣言直後に始まった第一次中東戦争独立戦争は、イスラエルと隣接、アラブ国家との間の長期にわたる紛争の始まりを示しました。イスラエルの建国は、地域の歴史的な転換点となり、中東における緊張と対立の新たな時代をもたらしました。1948年5月14日、歴史的宣言。1948年5月14日のイスラエルの独立宣言は、ユダヤ人の長年の夢である国家の建設を実現し、世界的に重要な歴史的瞬間となりました。この宣言は、イギリス移民統治領、パレスチナでのユダヤ人とアラブ人の長年の対立と交渉の末に行われました。国連の分割案に基づき、ダビド・ベングリオン率いるユダヤ人指導者たちは、テルアビブでイスラエル国の独立を宣言しました。独立宣言は、国際社会からの承認と反発の両方を引き出し、即座に周辺アラブ国からの軍事的反応を招きました。イスラエルの建国は、ユダヤ人の民族自決の象徴であり、中東地域における新たな政治的現実を作り出しました。この歴史的宣言は、イスラエルとその周辺地域の歴史において決定的な瞬間であり、国際関係と地域のパワーダイナミクスに深い影響を与えました。イスラエルの初期の挑戦。建国直後のイスラエルは、経済、社会、安全保障の面で多くの初期の挑戦に直面しました。新しく建国された国家として、イスラエルは経済的基盤の確立、移民の統合、そして何よりも即座に始まったアラブ諸国との戦争という複数の問題を同時に解決する必要がありました。大規模なユダヤ人移民の流入は、住宅、雇用、社会サービスの提供に大きな圧力をかけました。また、独立戦争は国家の存続に対する直接的な脅威となり、軍事的、政治的な資源を大量に消費しました。イスラエルの初期の挑戦は、新たな国家としてのその生存と発展の基盤を固めるための試練であり、これらの経験は国の将来の方向性を形成する上で重要な役割を果たしました。近隣諸国との関係の変化。イスラエルの建国は近隣諸国との関係に根本的な変化をもたらし、中東地域の政治的風景を再形成しました。イスラエルの出現はアラブ諸国との長期にわたる緊張と衝突の始まりを意味しました。これらの国々はイスラエルの建国をアラブ世界に対する挑戦とみなし、複数の戦争と対立の原因となりました。独立直後に勃発した第一次中東戦争、1948年のアラブ・イスラエル戦争は、イスラエルとその隣国との関係の性質を示す最初の明確な例でした。この戦争とその後の衝突は、地域の安全保障と
政治的ダイナミクスを形成する上で中心的な要素となりました。イスラエルの建国とそれに伴う近隣諸国との関係の変化は、中東地域の複雑な政治的、安全保障的な問題を示しており、現在に至るまで多くの挑戦を提起しています。経済と社会の成長。建国後のイスラエルは、経済と社会の両面で顕著な成長を遂げました。国家の基盤を固めるために、イスラエルは農業、産業、技術革新に重点を置き、国際援助とユダヤ人ディアスポラの支援を活用して経済発展を促進しました。教育と科学研究への投資も国の発展に大きく寄与しました。イスラエルはハイテク産業やスタートアップ企業の急速な成長でスタートアップネーションとして国際的な評価を得ました。また、強固な公共教育システムと高度な医療サービスは社会の基盤として機能しました。イスラエルの経済と社会の成長は建国からの数十年間で国を国際的に認められた革新的な国家へと変貌させましたが、同時に経済的不平等や社会的分裂などの内部問題も引き起こしました。継続する紛争と平和の追求。イスラエルの歴史は継続する紛争と平和を求める努力の両方で特徴づけられています。建国以来、イスラエルは周辺アラブ諸国との複数の戦争と緊張状態に直面し、これが国家の安全保障政策と国際関係を形成する中心的な要素となりました。同時に、イスラエルはエジプト、ヨルダンとの和平条約締結など、地域の安定と和平を実現するための重要な歩みを進めてきました。エジプトとの和平条約1979年や、ヨルダンとの和平条約1994年は、イスラエルにとって重要な外交成果であり、長期的な平和への希望を示しています。しかし、パレスチナ問題やレバノン、シリアとの緊張は平和達成の複雑さを示しています。イスラエルは持続可能な平和の確立を目指しながらも安全保障の課題と地域の紛争に直面し続けています。このバランスを取る過程はイスラエルの将来の方向性を決定する上で重要です。イスラエルの国際的地位と将来の展望。イスラエルは建国後の数十年で国際的な地位を確立し、今後の展望についても意義深い議論がなされています。イスラエルは科学技術、軍事、経済の分野で顕著な進歩を遂げ、国際社会において重要な役割を果たしています。しかし、パレスチナ問題やイランとの緊張関係など、解決すべき多くの外交的課題も抱えています。イスラエルは、米国をはじめとする西側諸国との強固な同盟関係を築いていますが、国連などの国際フォーラムでのパレスチナ問題に関する批判やイスラム諸国との緊張が続いています。近年では、アラブ諸国との関係改善を図るアブラハム協定に署名するなど、地域的な動きも見られます。イスラエルの国際的地位は、その革新的な発展と持続する地域的紛争の間の緊張によって形成されています。将来の展望は、内部の社会経済的な安定と地域、及び国際社会との関係の管理に大きく依存します。